皆さんこんにちは、アンナです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は私が客室乗務員になるために実施したこと1つ目、就活ノートの作成についてご紹介していきます。客室乗務員になるために実施したことを大まかにまとめた動画を前回アップしました。CA になる方法パート1をまだご覧になっていない方はパート1からご覧ください。では早速就活ノートの作成についてご紹介していきます。じゃん。こちらが当時私が大学3回生の時に使っていたノートです。スマホやパソコンでメモをするのではなくて、あえて紙のノートに手書きで書いていました。理由は3つあります。1つ目は文字を書くことで頭の中を整理していました。2つ目、何度も書き直すことで自分にしっくりくる言葉選びができました。結果的に面接でも自分の言葉で話をすることができました。3つ目、面接の待ち時間にスマホを触ることは少し抵抗がありましたが、ノートであれば確認することができました。次にノートの分類についてお話ししていきます。会社やジャンルに分けてカテゴリー別にノートを作成していました。理由は会社によって力を入れている部分が違うので、間違えて覚えないようにしていました。またこの中にある内容を網羅しておけば面接では大丈夫という状態にしておきました。具体的にはこんな感じでノートを分類しました。1つ目、自己分析ノート。2つ目、業界研究ノート。3つ目、安全ノート。4つ目、サービスノート。5つ目、過去問集ノート。6つ目、エントリーシート用ノートです。1つずつ詳細をお話ししていきたいと思います。1つ目、自己分析ノートです。学生時代に頑張ったことや自分の性格、なぜ客室乗務員になりたいかなどを記載していました。年間1万人が応募すると言われている客室乗務員の採用ですが、志望動機がみんなと同じだと合格はできません。例えば客室乗務員の制服が可愛いから、客室乗務員に憧れているからといった理由で応募してしまうと絶対に受かりません。どのような性格だと合格するとかではなくって、自分自身をしっかりと理解することや言語化することによって自分自身を最大限にアピールすることができます。そういったことが合格につながると思います。2つ目、業界研究ノートです。航空業界のこと、グループ会社について調べました。調べる方法は公式ホームページや新聞から情報を得ていました。調べたことを丸暗記することが目的ではなくって、事実を知った上で私はそれについてどう思うかっていうのをメモしていました。次のノートのご紹介の前にここで問題です。客室乗務員の役割とは何でしょう？この中から3つお選びください。1つ目、保安要員。2つ目、名刺交換要員。3つ目、サービス要員。4つ目、手荷物収納要員。5つ目、マーケティング要員です。チックタックチックタックチックタック。正解は1、保安要員。3、サービス要員。5、マーケティング要員です。詳しい客室乗務員の役割については割愛しますが、簡単に役割についてご紹介します。保安要員とは、安全にお客様を目的地までお連れする。また、緊急事態の際に脱出誘導をする。サービス要員については、機内のドリンクやお食事のサービス。マーケティング要員というのは、機内販売であったり、乗ってくださったお客様がまたこの航空会社の飛行機に乗りたいと思ってくださるようにお声掛けをしたり、サービスを実施するということです。話が少し逸れてしまったんですが、この保安要員、サービス要員、マーケティング要員、この3つの役割を担えますといったことを面接でアピールする必要があります。今お伝えした3つの役割を担えますというアピールをするために、私は3、安全ノート、4、サービスノートを作成しました。こちらが安全ノートです。航空業界や客室乗務員にとって一番大切なのは安全についてです。公式ホームページなどから情報を取ってきて、資料を見て自分自身の考えをメモしていました。また、どのようなことを意識して客室乗務員として働くことができるかというのを書いていました。そういったことをメモしておくことで、面接で自信を持って答えられました。次、4つ目、サービスノートです。この会社の特徴的なサービスや、この会社が力を入れているサービスなどをメモしておきました。情報収集の方法は公式のホームページやこういったエアステージから情報を得ていました。個人的にはエアステージから情報を得ることがいいと思います。理由は写真とともに最新のサービスについて掲載があったり、現役客室乗務員の意見が記載されているので、より参考になりました。
過去問集ノートです。面接で聞かれやすい質問をひたすら書き出しました。同じ質問をされたら自分自身がどのように答えるかというのも簡単にメモしていました。実際に本番の面接でも同じ質問をされたこともあるので、このノートはすごく有効でした。各航空会社で共通した質問もあるんですが、それぞれの会社で独特な質問もあるので ANA と JAL で別々のノートを作っていました。過去問の収集方法はエアステージであったり CA 受験の対策の本から取ってきました。また私が通っていた大学には OG の先輩が就活体験記のようなものを記録として残してくださっていたので、そういった就活資料から情報を得ていました。自分で集めた過去問集を CA を目指している友人と共有することでかなり多くの質問を集めることができました。過去問集ノートを作成するポイントをご紹介します。1つ目、質問をすべて書き出してその質問をされた時にどのように答えるか根拠やエピソードを書き出しました。2つ目、問題集からそういった質問を集めたとしても合格者の模範解答はあまり目を通さないようにしていました。その代わり自分の答えを見つけるようにしていました。最後、6つ目、エントリーシート用ノートです。先にお伝えすると、客室乗務員の採用試験には書類選考があります。エントリーシートとはその書類選考の時に提出する履歴書のようなものです。具体的には学歴や志望動機、また指示された質問に答える書類です。エントリーシートの質問内容や形式は毎年変わります。なので受験する年に発表されてから私はエントリーシートの準備を開始しました。エントリーシートはあくまでも書類選考を通すためのものではなくて、面接で自分自身を最大限アピールするための資料です。エントリーシートの質問にただただ答えるのではなくて、面接で質問してほしい情報を盛り込む必要があります。エントリーシートの書き方や注意事項などはまた別の動画でお伝えしたいと思います。以上のような感じで就活ノートを作成しました。最後にまとめとして就活ノートを作る上でのポイントをお伝えします。1つ目、丸暗記をすることが目的ではなくて自分の答えを導き出すためのネタ探しです。2つ目、業界研究や企業研究は得た情報を一言一句覚えることが目的ではなくて、その情報を見て自分自身がどのように感じたか、共感したか、そこの社員になれば自分自身がどのように貢献できるかというのを記入していました。3つ目、合格者の回答を真似して模範解答を探すのではなくて自分の言葉にこだわりました。以上で私の就活ノートのご紹介を終わります。今8月23日の19時に撮影をしているんですけれども、最近日系や外資系で客室乗務員の採用が再開されています。なので今書類選考や面接に向けて準備をしている方がいらっしゃるのではないでしょうか。今回の動画でお伝えしたかったことは、紙のノートにメモしてくださいと言っているのではなくて、ご自身に合う形で企業研究や面接準備ができるように私が大切にしていた観点をお伝えしたかったです。何かご不明点があればいつでもお知らせください。次の動画ではおすすめの資格についてご紹介します。真面目な客室乗務員の就活動画だけではなくて CA あるあるのような楽しい動画も作っていきたいなと思っています。アイディア募集しています。客室乗務員の知りたいお話などあればコメント欄や DM にてお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。